こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。梅宮雅子です。さあ、今日ご覧の方はちょっと驚いてるかもしれませんけど、私たちも実は外出自粛をしておりまして、実はそれぞれの自宅から、それから、もう一方のゲストは、役所の会議室からということでございます。今日テーマはもちろん新型コロナウイルスということで、今日は特別のゲストをお呼びいたしました。お招きいたしました。はい、安倍政権の最前線で日夜対応に当たっていらっしゃるこの方です。内閣府経済財政新型コロナ対策担当大臣の西村康稔さんです。西村大臣は平成15年の衆議院議員初当選後、外務大臣政務官、内閣府副大臣、内閣官房副長官を歴任され、現在の安倍政権では経済再生、新型コロナ対策担当大臣として尽力しておられます。西村大臣、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初登場でいきなりこんな形で、申し訳ありません。よろしくお願いします。はい、もう最前線でやってますので、この形が一番ありがたいですし、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。それからもう一方ゲストお願いします。そしてレギュラーコメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さんです。高橋さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西村さん、ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰です。よろしくお願いします。ということで、もう早速入っていきたいと思います。大臣、今日で実は緊急事態宣言、を発令してから2週間ということなんですけれども、この2週間の推移を大臣どのように今評価されていらっしゃいますか？はい、まずですね、欧米が、もうオーバーシュート、いわゆる爆発的な感染拡大をしている中でですね、ロックダウンが行われたり、様々な措置が取られています。で、日本はですね、私も連日専門家の皆さんとこの状況を分析し、また評価をいただいてきたところですけれども、このオーバーシュートの軌道に乗る、わーっと上がっていく、これは2日や3日でもう倍増していくわけですね。その軌道に乗る前に緊急事態宣言を出さなきゃいけないということで、私は適切なタイミングで出せたのかなと思ってます。まあこれはもうこれはずっと後に、歴史がまた、審判をされることだと思いますので、私自身はこのタイミングで良かったと思ってますが、その後の推移を見てもですね、確かに都市部から地方に感染が拡大してます。北海道でも2週間自粛をやって一旦は収まったんですね。ところが残念ながら東京から遊びに行った人を中心にですね、また広がって、また第2の波が今来てます。これはもう我々教訓としなきゃいけないんですけれども、沖縄でも東京から行った人が、広げてクラスターが発生しているという状況ですので、まあそういった中で全国に広がるという中で、16日には、先週ですね、全国にこの緊急事態宣言の対象区域を拡大したわけであります。日々数字は毎日増えていきます。しかしながら、今の段階でもなお、まだ2日や3日で倍増するというオーバーシュート、爆発的感染には至っていないという状況ですので、私はもうぜひこの人との接触8割削減というのをですね、緩めることなく全国で引き続きこの5月6日までやれれば、私はそれなりの成果が見えてくるんではないかと。まあ、欧米のような強制的な措置はないんですけれども、日本人のこの力をですね、ぜひ信じたいなと思っているところです。なるほど。これからの見通しについては後で高橋さんも交えてですね、いろいろ議論させていただきたいと思いますけれども、まずはその前にこの間発表された緊急経済対策、異例の展開になりました。で、10万円の支給ということになりましたけれど、まずですね、この議論をするときに、まあ前提として私ぜひお聞きしたいなと思うのは、今現在、この日本経済のこの GDP ギャップ、需要と供給のギャップ、これどのくらいあるとご覧になってます？まあこれなかなか評価難しいんですけども、年末の段階でですね、我々、約8兆円ぐらいの10、12月期でですね、GDP ギャップという数字を
これはもう10、12月から出てますので。対策の中に8兆円って数字ありましたね。はい。あります。これはもう、私も申し上げてます。はい。その後、1、3月がどうなってるか、さらに4月に入って、この4、6がまたどうなるのか、はい。4月は相当悪いと思いますけれども、数字はですね、いろいろ、3月から4月が一番悪いと思います。そして、これがいつ収束するのかによって、5月はまだしばらく厳しいでしょうけども、はい。6月でどうなってるか、なかなか、これ難しいところですので、民間はいろいろ、数字を出されてます。そういったものも見ながらやらなきゃいけないと思ってますけれども、かなりのギャップ、GDP ギャップは生じるものというふうに思ってます。2桁は確実でしょうね。2桁の超は。そうですね。これはもう年末の時点で8兆円ということですから、当然それに加えてさらに大きな、規模にはなると思います。はい。さて、そこでその GDP キャップ、2桁と考えて、それで打ち出されたこの間の対策ですね。10万円支給に変えました。それで、いわゆる真水の部分はどのくらいになると今踏んでらっしゃるんでしょうか。これ真水をどう評価するかっていうのはあるんですけれども、いわゆる財政支出としてはですね、今回38.1 兆円の、補正予算を組むということで、全体でですね、組むわけであります。これ10兆円の財投が入ってますから、これを除けば、約28兆円ということになります。はい。はい。28兆円。そうすると今、日本の GDP550 兆として、ざっくり 5% 強ぐらいになるのかな。そのくらいの数字ですね。そうですね。高橋さん、今のお話、28兆円ぐらい真水っていうことですけれども、今回のこの10万円を、入れ替えた、この緊急経済対策、どのように評価してます私、最初から、GDP の 5% ぐらいっていうのをちょっと目処にしてたんで、その意味では、この30万円の1世帯30万円が全国民10万円になったんで、これで8兆円ぐらい増えましたんでね、ようやくそこには達したのかなっていうふうには思っています。ですから、とりあえずは、GDP の対する比率から見れば、最低ラインは一応クリアしたと思っています。はい。この10万円のところ、どうやって支給するのかっていう話がいろいろ出てます。で、総理この間会見で、郵送とオンラインでっていう話でしたけど、ここは具体的に手に入るのはどういう形になりそうですか？はい。昨日、総務省が、概要を発表しまして、はい。制度設計、この、給付の部分は市町村に行ってもらいますので、はい、大変ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ないんですけれども、急な作業になりますので、はい、大変な、作業になりますけれども、4月の27日、来週の月曜日の時点で、住民台帳、つまり住民票はそこで確定します。はい。その時点で、それぞれの市町村に、おられる世帯、住民票の持ってる人にですね、はい。申請書類を送ることになります。はい。送るのが27日の時点で確定しますけれども、そこから、どの時点で送れるか、これから準備を急いでもらうわけですけれども、はい。そしてそれが、届いたらですね、そこに、もらうという印、もらわなければもらわないという印を入れてもらって、はい。もらう人は口座番号を書いて送り返してもらえれば、はい。10万円の、振り込みがなされると。なるほど。いうことになります。なるほど。もちろん、マイナンバーカードを持っておられる方はですね、はい。マイナポータルというところからオンラインでの申請もできるようにしたいと思いますし、はい。それぞれいろんな事情をお持ちの方もおられると思いますので、窓口を一切開かないということでなくて、窓口でも受付できるようにしたいと思ってます。ただ、窓口に殺到されるとですね、はい。もうこれは、まさにそれによって余計混乱して、給付が遅れることにもなりますし、また感染拡大にもなりますので、はい。基本は郵送で、送りますので、はい。繰り返していただくということですから、いわゆる手上げ方式とかということではないということですね。なるほど。もちろん、もらわない方は、もう、これは必要ないということで、そこで印入れていただいて、返していただいてもいいし、返せなくてもいいわけですけれども。はい。わかりました。それと、今の話は国民一人当たりということですから、個人の話だと思うんです。で、その次、はい、休業保障のところですね。はい。はい。これ、はじめ、西村大臣のご発言いろいろ聞いてると、国の
4では、休業補償は基本的にはしないというふうに理解してましたけど、週末に何か考え方を変えられたようで、これは地方に配る今度の交付金で休業補償も認めるっていうように変わられたというふうに報じられてますけど、このあたりちょっとご説明いただけますか。はい。休業補償とか損失補償とかですね。損失出た分を一定割合補償してはどうかとか、様々なご議論いただきましたけれども、事業者に対してですね、その一定割合を損失補填をするような仕組みは、主要国でいろんな制度を見てますけど、これはありません。ドイツで一定金額、支給するような仕組みがあります。これは今回政府が補正予算の中に入れております、いわゆる持続化給付金というものに近いもので、これは中堅中小企業、あるいは小規模事業者、あるいは NPO 法人とか農業、漁業の人を含めて、社会福祉法人も含めて幅広く、これは対象としてですね、そして、1月から12月までのどこかで売上が 50% 以上落ちてればですね、200万円、最大200万円支給するというものですので、全国どこにいてもです。ですので、いわば、実質の休業補償的なですね、役割を担うものだと思ってます。その、持続化給付金ですね。中小企業200万円、個人事業主100万円のやつですね。100万円、そうです。そうです。ですので、まずこれが基本でありますので、仮に4月1ヶ月休んで、200万円ということはなれば、それなりにカバーできるんじゃないかと思いますが、ただ、もう少し事業体が大きいところは200万円もらっても、これはもう足らないということあるかもしれません。もちろん、無利子無担保の融資とか、今年は納税26兆円猶予するとか、様々やってますので、いろんな支援策は総合的に考えていきたいと思いますが、それに加えてですね、地域地域で、いろんな名称があります。休業支援であったり、協力金であったり、いろいろあります。それをやるときにですね、国が、全国都道府県市町村に交付をする、いわゆる地方創生の臨時交付金というもの、これ1兆円ありますので、これを活用してもらってもいいということを、地方創生担当の北村大臣とも調整しまして、了解をいただいて、活用できるようにいたしました。じゃあ1兆円臨時交付金、これを地方の自治体の判断で使ってもいいということですね。そうです、そうです。もともとはですね、地方創生、北村大臣の部局はですね、地方創生の交付金ですから、やっぱり何か地方で創意工夫してもらったところを応援したいという気持ちがあったんですね。一律に休んだからといってみんなに配るのはなかなか地方創生のちょっと趣旨と違うということで、いろいろ議論したんです。だから、同じ休業するにしても、例えば、その間に換気扇を変えて環境を良くするとか、間仕切りを入れるとか、そういう何か創意工夫する企業に支援するなら、これはそういう、まさに地方創生の交付金にぴったりなんですけども。しかし今そういうこと言ってる場合じゃないですよね。ということで、調整をしまして、自治体の皆さん、知事の皆さんに、それぞれのご判断で、地域の事情に合った形で使っていただけるようにと。いうことにいたしました。高橋さん、このあたりどうですか？地方に配る交付金1兆円原資ですけど、この金額、それから使い方。その交付金の前に、その10万円の配り方なんですけどね。配り方ね。に10万円で、水は8兆円増えてるんで、これはこれでいいやり方なんですけど、地方事務にしたのは私はちょっと、もうしちゃったんだからしょうがないんでしょうけど、地方事務にしたのは私は正直言うとちょっと、遅くなるなって。要するに地方事務にするとですね、これから地方議会で国会と同じようなことを繰り返さなきゃならないし、で、だから海外はどういうふうにやってるかっていうので、西村さんはですね、海外にいたから多少知ってると思いますけれど、政府小切手っていうのが結構、標準的に多いですよね。で、最近は、番号があるから、銀行口座も把握してって、そこにポンと振り込むのもあるんですけれど、ない時には政府小切手が一番単純では単純ですよね。で、どうも私だから、政府小切手で国の事務としてはすごく早くできるのになと思ってたのに、そこがあれだったんで、次にやるときにはですね、ぜひそういうふうにスピーディーなやり方、海外でよくやってて、非常に、ローテクだけど、結構確実にできるやり方なんで、その辺もちょっと、考えていただければ、よりスピーディーなっていうのが出るのかなっていう正直思いましたんで、それで、それを上にさらにね、1兆円話をさせてもらうと、そう、さっきの1兆円ね。これはですね、確かにいろんな国やってないのはそうなんですけれど、西村さんね、不評なのは、実際、
何かっていうと、あれですよね、この、1兆円で足りるかって、まあ、はっきり言ったら、西村さんは最初からね、この答弁を私聞いてたら、金に色がついてないっていう趣旨のことを言ってるから、多分こういう結論だったって私は実は分かってました。なるほど。分かってましたけれど、1兆円はね、正直言うとですね、もうちょっと弾んでもいいかなって私は思ってます。これは、まあ、私の持論では結構単純な話で、金は擦れるっていうのがありますんでね。擦れる日銀休減させ、日銀休減すればもう全く利払い費も償還もかかんないってすぐわかるんですよ。こんなもんは。だからここで1兆円でケチる、そこでね、その1兆円出してるっていうんだったら、はっきり言うと、この全国に広げたときに、休業保障的にやればね、10兆用意すればすごい簡単ですよ。まあちょっとね、その追加のね、経済対策の話はちょっと後でもう一遍聞きたいんで。要するにちょっと足りないっていうのと、まあ西村さんが頑張って、金に色がついてないって類の最初答弁してたんで、こういう答えになるのが私分かってて、ここは評価しますよ、随分。でもね、もうちょっと増やしていただいたらいいのかなって。あとね、一個言うとね、文句があるのは、はっきり言うと、この、国が休業支援しませんと言って一瞬の時に、雇用調整助成金の話されるでしょ。これ十分やってますと。でも、あれはね、はっきり言って保険ですよ。要するに誰が払ったかっていうと、事業主が今まで払った保険でね、これをね、保険事故があった時に、1ヶ月待ってって言われたら腹が立ちますよ、正直言うと。この時のためだろうと。要するに、これはね、普通の保険でしたら2週間で出ますしね。で、普通ですとね、この雇用調整助成金ってね、申請してから3ヶ月ですよね。で、最近はですね、申請書類取るのに1週間以上かかるとか、相談のアポイントメント取るのにさらに半月とか、すごい状況になってますね。なるほど。これね、西村さんね、保険ですからね、はっきり言うと。事業主の払ったお金ですからね。保険はね、速やかに払ってもらわないと、文句がすごく出ますよ。まあ、その時間がかかるっていう話で言うと、西村さん、政策金融機関から融資するっていう話ありますよね。で、今、融資申し込みがね、殺到してて、なかなか相談にこぎつけるのが大変で、さらにディスバースのところまで行くのにもっと大変と。まあ、こういう話ありますけど、その辺のスピードアップはできないもんですか？今、高橋さんからご指摘いただいたこと、ちょっとまとめて何点か申し上げますね。10万円の給付、確かにいろいろ工夫の余地はあるんだと思います。本来なら私もアメリカ留学した時に銀行口座開くのにですね、ソーシャルセキュリティナンバー、社会保障番号がないと口座も開けないわけですね。全部それで繋がってるわけですけれども、残念ながら日本のマイナンバーはまだ全部が紐づいているわけではなくてですね、そして、多くの人がまだそう背番号制の心配があって、そこの理解が進んでないところあるんで、もっとこれが広がればですね、本当にもうあっという間に遅れるわけですから、それも今後の課題として考えたいと思いますし、それから今回地方議会、確かに同じようにやってるとすごい時間かかりますので、今いろいろ調整してますけれども、補正予算の成立が、なんとか早くと思ってますが、見込みでですね、もう先に議会をやってもらうと、地方議会をいうようなことも含めて、あるいは専決処分もあります。そうですよね。本来ならいろんな、本来なら予算が成立した、翌日に議会開いてもらうとか、その日を基準日にして住民票を確定するんですけども、予算成立、おそらく27日までに成立することはありませんから、27日を基準日としたりですね、だいぶ前倒してやってますので、市町村の皆さんには本当にご負担かけますけれども、いろんな工夫をしてできるだけ早くやりたいと思ってます。それから、雇用調整助成金おっしゃる通りで、もう私もこれ何遍もいろいろ議論してるんですけれども、だいぶ早くはなってるんですが、まだ遅いんで、さらに早くしたいと思って今、厚労省、加藤大臣とも話してまして、加藤大臣もかなり、意識も持っていただいて、持ってですね、今、やろうとしてくれてますので、これ、かなり早くします。それから、もう一つは、公庫。政策金融機関ね。政策金融、日本政策高校も含めて、長高中期も、特に高校にも殺到してましてですね。そうなんです。もういろんな話が来るんで、その都度もう一つずつ今、潰しながら、今、私は、当初から言ってるんですけども、小口はですね、もう特に取引あるところも分かってんだから、もう早く出しちゃってくれと。いうことで、今、500万円以内の小口はですね、やればもう2日以内で出すと
やってくれてます。そうですか。3000万、いわゆる、昔の国民金融公庫国金の、事業については3000万円上限ですので、これもできるだけ早くということでやってますが、今、本当に混んでますので、なんとかやりたいと思ってますが、補正予算通ればですね、各県、都道府県が持っている制度金融という地域の地銀、新金、新措と連携してやってる金融があるんですね。融資制度が。これに、助成を入れて、これを全部無利子無担保にしますので、5月からはもう各県で窓口がわっと広がりますから、なんとかですね、もう苦しんでいる中小企業の皆さんに早く資金を融通できるようにしたいというふうに思ってます。なるほど。はい。それから先ほど来ちらっと出ている、この先の話ですけれども、つまり追加の経済対策っていう話。10万円については、総理はこの間の記者会見で言ってたのは、とにかく国民と心を一つにする必要があると。で、5月6日までとにかく全国民に緊急事態宣言を発令したわけだから、全国民にこの今の厳しさを、ご負担、分かち合っていただきたいと、こういう趣旨だというようなことをおっしゃっておられた。となるとですね、仮置きですけど、もしも緊急事態宣言が、今回さらに延長するというようなことになった場合ですね、その時には追加の経済対策も考えていくというふうに受け止めていいんでしょうか。これ事態がいつ収束するかっていうのはなかなか、専門家の皆さんもなかなか言えませんし、また、ゼロになることはなかなか難しいと。総理も言われてますし、長い戦い、長期戦も考えなきゃいけないと。ある程度収束しても、また北海道のように油断をするとまたバーンと増えます。そういうのもありますし、それから専門家の皆さんもちょこちょこは出てくるだろうと。しかしそれは数が少なければ、今これ日本独特のやり方ですけれども、いわゆるクラスター班という専門家が集まってですね、保健所の皆さんと一緒に追っかけていくわけですね。濃厚接触者を追っかけて、そして一人一人確認をしながら、感染拡大を防いでいくというやり方、これができるわけですね。もう今みたいに人数が増えすぎると、また感染経路不明の人が多すぎるともう追っかけていけないわけですけれども、ある程度の数になれば追っかけていけますから、そんなに心配しなくてもいいようになってきますし、また、当初はとにかく医療体制守らなきゃいけませんし、重症者、死亡者を少なくするということで PCR 検査は必要な人に限ってきましたけれども、今こういう状況になってきましたから、どこに、感染者がいるかわからない状況ですので、広く PCR 検査をやるような今状況になってきました。ですので、そういったことをやりながらですね、感染経路を確定していく、感染した人を、ホテルで過ごしていただきながら2週間待機していただく、重症化すれば病院に入っていただくというようなことを繰り返していけばですね、ある程度抑えていけるわけですけれども、まずは5月6日まででかなり新規感染者の数が減るというところまで持っていきたいというところですので、わからないわけですが、いずれにしても長引けば、これは当然、経済への影響はもっと大きくなりますので、これはもう状況を見ながら臨機応変に考える、時期を逸することなくやらなきゃいけないと思ってます。非常に前向きなお答えをいただきましたけど、高橋さん、これはやっぱりやっていただくっていうことでしょうかね。そうなんでしょうね。あと、さっきその西村さんがおっしゃってたんで、一個だけちょっと気になる点があったから、批判点じゃなくて前向きな話をちょっと提案みたいなしますけどね。先ほど制度融資を使いになるって言ったんで、これは全く正解です。で、制度融資使うんですけれど、その時に、その補正予算を待って補助金つけてっていうおっしゃったんで、実はこれね、制度融資使うんでしたら、今でも財政等融資の地方貸し使ってその転貸っていう手法を使いますとね、今の枠内でできますんで、別に補正予算なくてもできます、これは。それで、実は今財投債マイナス金利ですから、実はゼロ金利でできます。ですからね、これね、要は、財投の、西村さんご承知だと思いますけれど、すでに制度は。財投で地方貸しできますんでね、地方貸しの転貸っていう形にしますとね、今でもできますから、要するにこれをやらないとですね、政策金融機関の窓口でもうパンパンになるの決まってます。ですからね、地方を使うのは当たり前なんですけどね、地方を使うと普通はですね、地方債の調達レートなんで、ちょっと補助金つけないとできないんですよ。
地方債プラスですからね。でも財党を使うと、財党はマイナス金利ですから、これはね、麻生大臣の告示1個でできる話ですよ。で、こういう話はですね、ぜひやらないと、なんかね、ぜひ、検討されたらいいと思います。私、変なことしてるんじゃなくて、ただ単に制度融資の原資の話だけをしてるんでね、これは今の補正予算なしでできますんでね、財党って実は弾力条項ありますが、今のもできますんで、ぜひ、早くやっていただいたらいいと思いますね。はい。わかりました。梅宮さん、今までの話で、私、これはニュースだなと思ったのは、追加経済対策に対しては、柔軟に考える、すなわち前向きに考えるということですけど、で今、本当皆さん、あなたを含めてさ、あなたはエンタメ業界、今、女優の方なんですけど、厳しいでしょ、どう？私は、もういろんなプロジェクトが止まってしまって、多分年内は、それこそアメリカなんかも今年いっぱい動かないって言っていて、こっち帰ってきた役者の友達いるんですね。で、あと、あと半年ぐらいか数ヶ月は全部止まってるだろうねって言ってて、もうそれしょうがないと思ってるんですけど、芸能界なんかもしょうがないと思ってるんですけど、すごく興味があるんですが、もう本当にそれこそ西村大臣朝から晩までもきっきりで仕事されてると思うんですけど、みんな安倍政権を悪の権限みたいに批判してまして、どういうところに一番苦労されますか？こういうことやったら、ああいうことやったらいいって皆さんおっしゃると思うし、もうお分かりになってるんだと思うんですけど、どういうことが一番ネックでやりたい、動かさなきゃいけないことをノッキングするんでしょうかね。理解を深めたいなと思うんですけれど。一番きついのはやっぱり高橋洋一さんの批判でありまして、はい。有刊誌であったり、いろんなところでご批判いただいてますが、それは非常に前向きな、先ほどの話もそうですけど、前向きなご提言だと思ってますので、真摯に受け止めて対応していきたいと思ってます。一番苦労するのはですね、やっぱり関係省庁が広いことですかね。もちろん厚労省、それから経産省も関係しますし、総務省も関係するし、内閣全体のことも内閣府で見ていかなきゃいけませんし、いろんなことを見ながらやりますので、調整にやっぱり役所の時間がかかるというところですね。西村大臣ね、私、外から見ていてね、思いますのは、政策決定がどういうプロセスを経て決まってきているのか、そこがね、非常に分かりにくいんですよ。今回30万円の話が10万円になった。あれ非常に異例な形で、公明党さんが二階幹事長のところに行って、二階さんが発信され、それから公明党も発信され、それで変わっていくっていうことなんだけど、どういうふうにこの経済対策、あるいは緊急事態宣言の発令もそうでしたけど、どういうプロセスを経て、この全体が決まっていくのか。西村大臣は例えばどういう役割を果たされてるんですか？ですね、私のところには、先ほど来お話したの各都道府県知事からの要望も来ます。はい。それからいろんな業界から、エンタメ業界もですね、もともと経産省で担当してた時期もありましたので、もう大変厳しい状況にあることを伺ってまして、いろんな機会で私もできるだけメッセージを発信しようと思って、まさに我々の心を潤してくれてですね、人生豊かにしてくれる、生活を豊かにしてくれるエンターテインメントの皆さんが本当に苦労しておられる姿、もう本当に何度もお電話いただいたり、提言いただいて大丈夫ですか？熱ないですか？大丈夫ですか？はい。すいません。はい。我々感染しないから。はい。ヒヤッとさせてしまいます。みんな気をつけないといけないんでですね。でもかかっても別にそれは恥じることじゃなくて、誰もが感染する可能性があるんで、そうした。コロナじゃないですからもちろんそうなんですけども、コロナに仮に我々がなったとしてもですね、全然恥じることなくて、もう世の中、何の機会で、感染するか分かりません。もう内閣府からも何人も出てますし、各省からも出てますし、もう、そんな恥じることは全くないし、偏見な目で見ることも全くありませんので、これはぜひ皆さんにお願いしたいと思いますけれども、いずれにしてもエンターテインメントの方々とか文化芸術の方々とかですね、もうそういう苦労しておられるのを、もう本当にいろんな切実な声をお聞きをしておりますが、この役所の仕組み、あるいは補正予算も、アメリカのように大統領令で何か直ちにできるような
そういう仕組みがないもんですから、予備費を活用して、第1弾、第2弾で3月までですね、いろんな、学校休校に伴う、その保護者の皆さんへの支援の助成金とかですね、こういったのを臨機応変にやってますけれども、しかしやっぱりこの日本の仕組みの、つまりね、こう見えないところなんですよ。私なんか新聞のね、首相動静よく見てるんですけども、そうすると、土曜でも日曜日でもですね、例えば総理がいて、西村さんもおられて、菅官房長官おられて、それから加藤大臣、こういう会合があったよねっていうことはわかるんだけど、そこで決まって、そこでなんかこう決まってるのか、あるいはですよ、私なんかも思うのは、菅さんの存在感がね、なんかいつもこれまでの政権の形と見ると、ちょっと違うのかなっていうふうに思ったりするんですけど、実際のところどうなんでしょうか。菅長官とも毎日私はいろいろお話もさせていただいてますし、やはり的確に状況を見ておられますので、相談したことについてはですね、的確に指示を出されますし、また、私が行き届かないところも含めて各省に、指示を出されますので、これはやっぱり内閣の中心としてですね、ものすごく大きな役割を果たしていただいていると思います。今申し上げたような4人、総理、西村さん、加藤さん、菅さん、このあたりが決定ラインですか？私の立場からいろいろ相談をしてます。そして、加藤さん私でいろんな状況を報告してですね、相談をしているようなことですね。そして、最終決定は、やはり政府の対策本部で、決めていきますので、そこで、全省庁入って決めていくということになりますから、これまた近いうち開かなきゃいけないと思ってますけれども、ちょっとそのあたりのね、決め方がもっと分かりやすくなるといいかなと思いますね。あとは私の場合特に専門家のご意見をちゃんと聞かなきゃいけませんので、この法律もですね、民主党政権の時にできた法律なんですけれども、自民党も賛成はしてるんですが、野党時代であります。非常に日本流の緩やかなやり方で、あります。ロックダウンではないというね。高橋さん、体制の話と今のその新しい法律の立て付けの話、このあたりでご意見あります？西村さん多分ご苦労されてるんだろうけど、その財源の話っていうので、随分ちょっといろいろとスタックすることが多いように思うんですよね。これで、西村さん多分私の言ってることは知ってると思いますけれど、実はね、日銀が今まで国債を買ってたんだけど、最近すごくサボっててね、はっきり言ってね、60兆ほど枠が余ってるんですよ。もったいないんですよ。だからはっきり言うと60兆国債出しても全く消化に困らなくてですね、金利上がんないっていう状況なんですよ。これもったいなくてしょうがないですよね。だからね、私ね、結構気前よく言ってんだけど、ちゃんと数字を持って言ってて、年間60兆、2年間で120兆まで大丈夫なんですよ。だからこんなのはね、これは使わないともったいないでしょと。はっきり言うと、戦時国債出して、やればいいでしょってぐらいのレベルなんだけど、そういう話って政府の中でどのくらいしてんのかなと。なんか目先でこれが予算が大変だっていう話ばっかりしてて。それはさ、高橋さん、財務省が自ら言うことはないよね。ありえないよね。財務省は知ってますよ。でも言わないんでしょ。西村さんが言って、このくらい大丈夫だろうと言って、大きくいけば、さっきの私が言った休業保障の地方交付金10兆なんていうのは軽くいっちゃうんですよね。どうですか、ここ大臣。どうなんですか？はい。私も先月の末だったと思いますが、日銀の政策決定会合出ました。通常は副大臣が出るんですけども、こういう時代ですので、私も出て議論をさせていただきました。その議論の内容は、言ってはいけないことになってますので、また議事録で公表されると思いますが、その時の後の黒田総裁の会見でもですね、80兆まで変えるんだという今のお話をされてました。公表されている数字で言えば多分十数兆まで買ってきて、最近、私60って言ったのは80-20を言っただけですね。そう。ですので、公表されている数字で実際買ってたのは十数兆でしてね。で、それが20兆ぐらいまで多分今言ってるんじゃないかと推察はしますけれども、そのことをまさに黒田総裁も言われてまして、80兆まで買えるんだということは明言しておられますので、そういう意味で、私も日々、
折に触れですね、日銀ともいろんな意見交換を、日銀の幹部ともさせていただいてますけれども、80兆まで変えるということは、まさに、そういう方針を示されてますので、これは、ここから先は、的確に、銀行において、どうして変わってくるでもあれですね。ということは、西村大臣の職責の中で、日銀に対してこうすべきだということは、政府の立場を代表して言う職責にあるわけですね。金融政策はですね、日本銀行は独立した機関として、適切に判断されているということがまず大前提です。ただ、この今の経済情勢とか金融市場の情勢についてはですね、これについては日々私も意見交換を行ってますので、その中で私なりの考えなりは言ってますけれども、いずれにしても適切に判断をされますし、それから政府がやろうとしていることを、こういうことを補正予算で盛り込んでやるようなことももちろん説明をしているところです。なるほど。西村さんね、釈迦に説法ですけどね、中央銀行の独立性っていうのは、ゴールインディペンデンスとインストゥルメントインディペンデンス2種類あってですね、中央銀行へのインストゥルメントインディペンデンスってはっきり言って細かい話ですよ。こういうふうな非常時の大きな時にはですね、大きな指示は政府が出して、それに中央銀行従うのは当たり前なんですよね。これやっぱりですね、これ非常時じゃないですか、今は。どうですか？これ以上はなかなか申し上げにくいところがあるんですけども、いろいろと意見交換しておりますし、私の考えなり政府が取り組んでいるようなことはしっかり説明してますので、日本銀行、日銀では適切に判断されて対応されると思います。なるほど。さて、それで、緊急事態宣言の話に移っていきたいんですけども、高橋さん、今の現状で、これからこの感染拡大、どういうふうに見通しを持ってらっしゃいます？これは西村さんも専門家でやってるから、それで私実はね、役所に入る前に感染症の専門家だったんですよ。それで、そうですからね、要するに西村さん多分、SIR モデルとかいうのを見せられてると思いますね。あれの専門家でした。ですからね、ある程度政府の言うことは分かりますし、あれから実は7割、8割接触の話が出てくるというのを理解してますよ。だからそれは非常に重要なんですけれど、先ほど緊急事態宣言でっていう話が出たんですけれど、私、この番組で実は3月の3連休の前に出すべきだっていう立場だったんですよ。だからあれはちょっと、でももう過ぎちゃった話はしょうがないです。でも、そのタイミングではギリギリになってやったのかなと思って、あと、今週になるとですね、緊急事態宣言の成果が多分ぼちぼち出てきますね。出てきますから、それをよく踏まえて、5月の6日にどうなるかって判断されるんだと思いますけれど、法律の立て付けから言うとですね、確かに、民主党の法律はもう情けない法律ですから、あれは、自民党政権では金でね、ものを解決するということしかないと思いますよ。要するに強制的なのはできないんで、金はなんとかなるでしょうと。で、そういうふうに思います。で、あと、この、緊急事態宣言の話でずっといくと、多分、今のまま放っておくと、もう一回延長せざるを得なくなるような状況かもしれませんけれど、でもなるべくお金を使って、なんていうんですかね、人の接触を減らすという方しか、今しか、それしか取れないと思うんですよ。あと一生懸命話するんですけれど、所詮やっぱり先立つのがなくて、あと実際に営業してると出ちゃいますよ。つまり、休業保障なり、あるいは個人に配るお金なりを、これを気前よく弾んで、その代わりに外出自粛を徹底していただく。こういうこと？そう。だからお店を休みやすちゃったら外出もできにくくなるじゃないですか。だからそういう意味でさっきの1兆円の話っていうのは重要だと思うんですよ。これで、そこをもうちょっとやらないとなかなかこの効果がどこまで出るのかなって、日本人真面目ですからね。従うかもしれませんけど、従わないやつも結構いるような感じもしますよ。ですからそこはね、お金をここからケチっちゃうと結構うまくいかなくなる確率が高くなるような気もしますけどね。なるほど。大臣いかがですか、今の話。金で、お金をばらまいてっていう話、ね。まさにですね、本当にこの、短期間でできるだけ早く収束させようと思ったら、それはもう自粛をやめることですから、自粛することですから、外出をやめることですから、徹底的にもうみんなで我慢すれば早く終わるわけですね。それが、おっしゃるように、俺は大丈夫だと、自分は大丈夫だと思っている人が多くいると、まさに広がってしまうんですね。あるいは、要するに大丈夫だっていうだけじゃなく、どうしても営業せざるを得ないと。
日銭が入ってこないと暮らせないんだっていう人も相当いますよね。そうですね。そうですね。そこは、この10万円、それから、お一人お一人の10万円の給付と、それから200万円、100万円のですね、企業、中小企業、個人事業主への給付。それから、実は個人で厳しい方は、緊急小口資金っていうのがありましてね。これは全国の社会福祉協議会、市町村にあるんですけども、窓口で、20万円、これ貸付ではあるんですが、厳しい状況を続けば返済しなくていいというものです。で、これもさらにプラスアルファで総合支援資金というのもあって、これも3ヶ月間20万円ずつ借りれるんですね。これも3ヶ月間20万円ずつ借りられる？借りるんです。本当に厳しい。だから全国の、そうなんですか。市区町村の社会福祉協議会が、今日発表したんですけども、労働金庫っていうのは全国600店舗ありまして、これを随時そこも窓口にしていきますので、東京だと新宿にあったかな、確か。東京もっといっぱいあると思いますけど、ここ窓口にして、20万円の当座の資金をお渡しすることができます。で、それから、それでも厳しければ、3ヶ月間、今月から同じ月から20万、20万、20万ですから、最大80万。お一人暮らしの方でも15万、15万、15万出るんで、最初の20万と合わせて。それは20万というのは1ヶ月に20万ですか？最初の20万はもうとにかく厳しい方に、これは、あげます。あげるというか、提供して、できるんですね。それから、それでも足らない人には、その月も含めて、20万、20万、20万というのが2人以上の世帯だと、昔して、お一人だと、それが15万、15万、15万になるんです。だから、お一人暮らしだと、20万プラス45万で、65万円3ヶ月間、お貸しすることができて。そういう話は知らないですね、なかなか。よく報じられてない。言ってるんですけど、それで厳しければ、返さなくてもいいようになりますので、それともう一つ、住宅、個人とか世帯の家賃支援を、これまでは離職した人だけが、もらえる、住宅確保資金というのは、給付金というのがあってですね、これも全国の市町村、あるいは困窮者の団体などで窓口になってるんですけれども、これも東京だと一人で5万円ちょっと、2人以上の家庭だと6万円ちょっとの、これは直接給付がもらえますので。それは返さなくていい？返さなくていい、これは家賃として。先ほど申し上げたのも、緊急小口資金というのは、一応返す前提ですけども、厳しい状態が続けば返さなくていいと。素晴らしいね。そういうこと全然知らない。いや、もういろいろあるんですけどね、これなかなか。もうマスクだけって言われて、もう本当に政府の方が気の毒で私。そんなことないです。本当に厳しければそういう資金もありますし。そこのところもぜひね、もうちょっと広報してくださいよ。今のような話。これはもう今からできる、もうすでにやってる話ですので、補正予算待つことなくできますから、やってますから、もっと的確に広報していきたいというふうに思ってます。それから、ちなみに個人の事業主の人もですね、これ、家賃が大変だと言われてですね、我々も苦労していろいろ対策を打ってるんですが、ビルのオーナーに対してですね、いろいろ、これはビルのオーナーも200万、100万の、さっきの給付金は、対象になります。かつ、今年は、税、社会保険料は全部、猶予できますので、それは払わなくてもいいと。特に、固定資産税、今年は払わなくていいわけです。ビルのそれは猶予ですよね。猶予なんですが、今年の分を来年に猶予しますけれども、今度そうすると来年の分と合わせて2年分払わなきゃいけなくなりますよね。その来年の分が、今年家賃が入ってこなかったり猶予したりしたことによって収入が落ちてれば、これは固定資産税免除もあります。そういうことなんですか。そういう仕組みもあるんで、なるほど。こういったことを今、ビルのオーナーさんにずっと広報していってですね、できるだけ家賃の、田中さん、飲食店しんどいですから、ぜひ猶予してあげてくださいということを今ずっとこうやっていってるんです。一番最後のところをなかなか報じられてないから、結局2年分になったら1年目チャラになるっていう話でしょ、今の話。そうなんです。だから今年、所得が、収入が落ちればですね、30% 以上落ちればもう半分ですし、50% 以上落ちればゼロになりますから、仕組みがあるんで、こういうのをぜひ広報して、そういったことも活用してもらいつつ、さらに金融機関にはですね、このビルのオーナー、家主さんには、とにかく返済猶予、あるいは
無利子で、無利子無担保で早く貸してほしいということなどを言ってますので、あと東京とか大阪の自治体が支援してる部分があるじゃないですか、お金出す部分。そうですね。あれは国とは別立てで、出てくるわけですよね。そうです、そうです。もちろん、我々がこうやろうとしている交付金、地方創生交付金を財源と考えてやってるところもあると思いますけれども、うちの財源で。高橋さん言われるようにお金に色はついてませんので、いろんなだから東京や大阪なんかは豊かなところはね、独自にもうすでに発表されている通りですから、そこは1兆円の話とは別に、いわば、我々いただく側から考えれば二重にもらえると。大阪はなかなか財政そんなに楽ではないと思いますけども、この配分にあたってもですね、もちろん感染者の数とか、そういうのも見なきゃいけないと思ってますけれども、やっぱり財政力も見てですね、しっかり配分していきたいと思ってます。なるほど。そのあたりがマスコミの問題でもあるんだけど、要するにみんな自分が取材しているところを細切れで報じるもんだから、全体像が今大臣がざっとおっしゃったようなになかなか整理がつかないんですよね。そうなんです。これは我々の内閣官房のホームページとか、首相官邸のホームページ見ていただくと、全部出てきますので、ただ、これは我々も考えなきゃいけないんですけど、国交省がやってるものもあれば、金融庁がやってるものもあれば、内閣府がやってるものもあって、こういろいろあるもんですから、なるほど。これもう本当に一箇所で一覧で見れるようにしなきゃいけないと思ってます。そうですね。長谷川さん、私たちも梅宮さん、そのあたりね、いや、切実な問題だよね。切実ですよ、本当に。私、緊急事態宣言が出る前日まで、今月の舞台やるって言ってた人たちがいたんですね。で、いや、それは出てる役者さんたちも途中でやめたいって言えないから、もう命をかけて、なんかイベントをやるって言って、命がけでやってて、どうなのかなと思うんですけど、やっぱり言えなくなっちゃいますよね。こっちは経費かけてたとかっていうと、だから分断するみたいな。そういう時期になっちゃったなって。今回、もうお一人10万円はもう全員にそういう申請書を送って、お渡しするつもりです。で、ありがとうございます。裕福な方はですね、もう俺はいらないっていう方もおられると思います。でも他方、もらっていただいた上でですね、まさにエンターテインメントの方々とか、飲食店とか、宿泊関係の人とかもうみんな苦労されてますので、そういったところに寄付をするような仕組み、様々財団があったり、基金があったり、またクラウドファンディングっていう最近ではネットでですね、そういうのを寄付を集めて、応援をしていこうという枠組みもありますので、そういったものも紹介していきたいと思ってるんです。そうですね。それぜひいろんな手段あると思いますよ。テレビ、新聞もあるし、YouTube もあるし、ネットもあるし、いろいろあると思うんで、ぜひそこら辺もね、広報の仕方も革新していただいて。これもう我々内閣府で、内閣官房、内閣府でしっかりとこういったメニューがあるからもう、それは自由に選んでいただいてですね、自分はやっぱりそういうエンターテインメントの若い芸人さんを応援したいという人はそこにこう寄付していただいたりとかですね、そういった仕組みをぜひ作りたい、紹介したいと思ってます。なるほど。ありがとうございます。さて、それでちょっと話戻しますけど、その出口のところですね。非常にひどかったイタリアとかスペインはちょっと山を越えたんじゃないかという話もある。それからアメリカでさえも、トランプ大統領は、ピークは今越えつつあるんじゃないかっていうようなことを言ってますけれども、日本の現状はどうですか？これなかなか難しい、言いにくいところかもしれない。いや、これはまだ、先ほど申し上げた通り、欧米のように2、3日で倍増していくオーバーシュートには、日本は軌道には乗ってません。これは日々の数字見てもですね、そんなに増えてはいますけれども、倍増するような状況では、倍増するのに1週間とか、10日ぐらいそれぞれの地域でかかってますので、それほどまだオーバーシュートには軌道には乗ってないということは言えると思うんですが、ただ油断をするとそうなりかねませんし、他方、この自粛が効いてくれば、新規の感染者の数が少しずつこう落ち着いてくる、減ってくることが期待されますので、今日で2週間ですから、明日にもですね、専門家会議を開い
っていただいて、今日までのこの分析、評価をしていただこうと思ってます。なるほど。日本でよく紹介されるのは、いわゆる絶対数値に基づく棒グラフがよく出てくるんですけれども、イギリスのフィナンシャルタイムズなんか見てますと、対数グラフを出していて、それによると、アメリカは明らかに今頂点を打ったな。それからイタリア、スペインも頂点を打ったかなと。感染者の数ですけど、日本は頂点を打ったというところまでは言えないけれども、今、なだらかなこのちょうど天井、ちょうど高台を今横に動いているようなグラフが、FT なんか出してるんですけれども、このあたりはどういうふうに評価されますかね。そうですね。これまでは、日本の医療の皆さん、本当に献身的にやっていただいて、死者の亡くなる方、本当に亡くなられた方は、本当に申し訳ないというか、残念ですし、本当に心からお悔やみ申し上げたいと思いますけれども、この亡くなられた方の数は、他の国に比べて、もう圧倒的に少ない状況で、これ絶対数もそうですし、10万人あたりの人数も少ない。ここまでなんとかこれで来れてます。これは何なんですか、理由は。みんないろんなことを言ってますけれども。これは後でまた歴史が審判して、されることになると思いますけれども、これまでのやり方、一つはお一人お一人のこの手洗い、うがい、咳エチケット、こういったことの意識がやっぱり高いということであったりですね。あるいは、37度の5分の熱が4日続いて初めてセンターに相談センターに電話するという、日本人のその我慢強さとかですね。それから発生者が出ても、感染者が出ても、そこを濃厚接触者をもう人海戦術で保健所とクラスター班が追っかけていって、一人一人特定してですね、そしてもうすごい作業、これ他の国ではやってません。類を見ないやり方、こういったことが、それから PCR もですね、もう最初から全員やるっていうことではなくて、やっぱり必要な人に、医師の判断、相談センター電話してきた中で、しっかりとやっていく中で、医療体制をここまで守ってきてですね、重症者の人に対する対応もできてきてますので、ここからが勝負ですね。なるほど。ここから、もう感染経路不明の人が増えてますから、PCR を増やしていってます。増やしていってますから、これでどんどん出てきたときに、軽症者の方は、ホテルに入っていただいてですね、ここも地域の看護師、つまりフェーズが変わって、それに合わせて政府の対応も変えてきたということですね。そうです。そのあたりのことがね、よく伝わってないんですよね。当初はPCR についても、例えば加藤大臣、これは積極的疫学調査という側面はあった。でもこれからはフェーズが変わったと。いうようなことをどっか公開の場だったかでおっしゃってたと思いますけれど、そういうふうに政府の対応も実はフェーズが変えつつあるんだと、変えているんだというようなこともよくもう一つ伝わってないかなっていう気がします。そうですね。一つは緊急事態宣言出たということもありますし、感染経路不明な人が割合が増えてますので、要はコミュニティの中に、社会の中にどこにウイルスがいるかわからない状況になってきたということですので、これはもう PCR を広げてですね、そして、確認した人は、入院してもらうんですけれども、病院に、軽症の人まで入れてしまうと重症の人が、ケアできなくなってきますので、基本は軽症、無症状の人はホテルに入っていただくということで、今もう21万室以上今全国で確保してますので、これでどんどん調整をして入れる部屋を増やしてますから、どんどんそこに、陽性の人が入っていただいて、そしてまた地域の看護協会や医師会の協力を得てですね、そこでちゃんとケアをしていくということです。で、中小化してくると、もちろん病院に入っていただいてケアをするということですので、これをなだらかにうまくできればですね、なんとか医療は持ちこたえることができるんじゃないかと思うんですけれども、やはり、大都市部を中心に、そしてまた地方でも急に増えると、その体制ができてませんので、だからこそ5月6日までこの特に連休で、なんとかもう自粛を8割削減をお願いしたいなというふうに思ってます。なるほど。高橋さん、今でのこの対応で、いろんな大臣のお話聞いていかがですか？結果として日本はそんなに悪くないっていうのは多分いろんな国に比較すればわかるんですけれど、だからこそ、
接触を減らすためにお金をケチらないでほしいなと、正直と思いますけどね。さっきのね、雇用調整助成金で言うとですね、足んない、いろんなケチるっていうのはお金が足んないと思ってるらしいんだけど、あれはね、実は、労働保険特別会計で雇用勘定なんですけどね、6兆円実は、余ってる。埋蔵金が余ってますけど、要するにですね、これで雇用調整助成金を前年比倍増したところで、びくともしないです。ですから、そのくらいの話だから、あんまりいろんなことをケチってやると、西村さんが今おっしゃってた話っていうのが崩れちゃうといけないなって、そういうふうに思いますね。要するに日本で多分できるのは強制的な話なんかも多分できないですよ。要するに憲法改正でもしなかったらこんなの難しいし、でもお金の話はなんとかなるでしょうと思いますけどね。だから、まあ頑張ってもらって、あと1ヶ月間ぐらいですね、この措置をずっと続けても、多分財政的には全く大丈夫ですからね。ここはあんまりケチらない方がいいと思いますよ。正直言うと。そこでケチるとやっぱり過去を残すようなことになってしまうとですね、あの時ああいう風にしとけばよかったっていうのは、それはちょっとなくしてもらいたいと思いますけどね。なるほど。大臣、7割、接触を減らす、あるいは極力8割減らす、まあ、こういう7割とか8割とか数字出てくるんですけれども、これは要するに国民全体の接触を7割っていう話は分かりやすいんですが、実は個人個人の一人一人に落として考えると、俺がじゃあ8割減らすってどういうことだよと。やっぱりちょっと首をかしげるところもあるんですね。で、実は今日沖縄の例で私、なるほどと思ったのは、平日出勤5日のうち出るのは1日だけにしようよと。こういうことを沖縄は呼びかけるっていうんですね。つまり、まあ5日出勤日あったら1日だけにする。そしたら5分の1ですから、まあ事実上8割だと。こういうメッセージなんですけれど、まあ、このあたり、つまり個人個人をどういうふうにしたらいいか、まあ、8割と言われるよりか、まあ、要するに会社行くのを週に1日にしなさいよって言った方がズバリ分かりやすいと思いますけど、いかがですか、このあたり。いや、全くその通りで、なかなかピンとこないんだと思うんですね。そこ。しかも、なかなか数値化しにくいもんですから、我々は携帯キャリアの位置情報をもらったりですね、あるいは乗客数、地下鉄とか JR の乗客数から、あるいは改札を通った人の数とかですね、こういうのを見ながらどのぐらい、通勤が減ってるかとか移動が減ってるかっていうのを見てるんですけども、おっしゃる通りで、通勤が東京圏で言っても8割ぐらい減ってます。東京駅とか新宿駅も減ってます。これ大企業を中心にですね、相当やってくれてます。実は大企業はBCP、いわゆる事業継続計画ですね、プラン。これは多くの企業を作ってるんですけども、その多くの企業が従業員が4割減っても継続できるっていうプランなんですね。これじゃ足らないということで、総理から強く7割は減らしてくださいと、通勤の人を。と言って、要請をしてですね、かなりこれは、テレワークなり在宅勤務でですね、相当効いてます。この間、うちの会館の、事務所もですね、議員会館の事務所もテレワークしてるんですけども、家で、各関係の、企業の皆さんに電話したりして、状況を聞いたりしてもらってるんですけども、日本製鉄ですね、電話したら、もう全員が自宅勤務で、直通電話かけたらそのまま自宅に転送されるようになってるんですね。だから、商社の多くもそうなってますし、大企業はかなりやってくれてるんですけども、やっぱり中堅中小企業で、まだ、テレワークの設備がないとかいうことがあるんで。なんかパソコンもないっていう話聞きますね。パソコンがない。そうなんです。ここも、本来はですね、もう新しい時代ですから、でも今回これも全く違和感なく、会議をやってる放送できてますから、こういったことを多くの人が実感していると思いますので、この機会にですね、リモート化とかデジタル化、ようやくオンラインの診療とかオンライン、教育、これまで単位に認められてなかったり、時間数に入ってなかったオンライン授業もですね、認めてくれましたので、長谷川さんには規制改革会議で相当お世話になりましたけども、かなり今回進展しましたから、これを教訓としてですね、大いにこのデジタル化、リモート化、させやって 5.0 を一気に10年ぐらい進めるぐらいの
もして今やってますので。オンライン医療、それからオンライン診療、それからオンライン教育、これいずれも次元措置っていうふうに確か書き込まれてたと思いますが、これはぜひ次元のところは、これも取ってですね、これは将来にやっぱりつなげていくっていう、こういう方向で動かしてもらいたいと思うんです。そうですね。ぜひ、この機会にいろんなことを議論しながら先に進めたいと思いますし、それで、さっきもう一点だけ、かなりの部分は、出勤を減らしていただいてやっていただいて、さらにですね、今日も、今この部屋もそうなんですけども、やっぱり人と人との距離を離すということが大事ですので、手の届かない範囲ですると、会話をするときもですね、できれば、離れてますから今マスク外してますけども、近い、通勤の電車もかなり満員電車ではなくなってきていると思いますが、やっぱりマスクをするということも大事ですし、それから、商店街が今賑わってんですね。そうですね、すごいですよ。公園とか、巣鴨の地蔵通り商店街もすごい人だったり、駒沢公園が人だったりですね、湘南にやっぱり人が集まったりということで。神楽坂なんかも結構人出てましたから。どちら？神楽坂。神楽坂もね。商店街。そうですね。だからオープンですから換気はいいわけですけども、しかしやっぱり人がギュッと集まって近い距離で話をすると、やっぱり感染なるリスクが高まりますので、あるいはスーパーもですね、うちの娘が毎日というか、時々ご飯作ってくれてるんですけども、スーパー行ったらもう人がいっぱいでびっくりしたと言ってましたけど、ここもですね、専門家の皆さんも非常に心配されてまして、ちょっとスーパー開けてもらわなきゃ困るんですね。やっぱり、自宅で食事するためには必要なんで。ですから、その時も入場制限を例えばしてもらったりとかですね、レジを待つ時にちょっと距離を置いて待ってもらうとか、いろいろ工夫してもらわないと、ぎゅっと集まってそこで、いろんな会話がなされたり、するとやっぱりリスクがあるということですので、そんなことも、明日にも開く専門家会議でいろいろまた、公園で遊ぶ時も距離を置いてとかっていうことを含めてですね、この2週間の分析、あるいは最近のいろんな事象を分析されての、提言がなされるものと思ってます。なるほど。さて、そろそろお時間なんですけれども、ちょっとこれ大臣の所掌とは違うかもしれないんですけれども、ちょっと聞いておきたいのは、実は中国の問題です。実は今、アメリカ、ヨーロッパでは結構この中国の責任問題、これどう考えるかっていうのはもうかなり議論になってきております。このあたりについて、今日本はそういう議論している場合じゃないっていうことかもわかりませんけれども、大臣、この中国の問題はどういうふうに考えますか？これから再発防止という意味も含め、情報公開とか。まず今回、武漢で発生したということは間違いありませんので、これは、そのことを、これは誰も否定をしませんし、WHO もそう認めてるわけですから、事態が落ち着いた後にですね、しっかりとこの原因究明とか再発防止策、これしっかりとやっていかなきゃいけないと思いますね。かつても SARS のこともありました。ことがありますので、これはやっぱり再発防止に向けて今回のことを教訓としてですね、しっかりと対応していかなきゃいけないと思ってます。それと合わせてですね、やっぱりマスクとか、防護服とか、それからアビガンという治療薬、期待される治療薬の原液もこれ中国にものすごく依存してたわけですね。ですので、これは長い目で見てですけれども、やっぱりこの日本のサプライチェーンというのをやっぱり強靭化していく、多層化していく、そういった今回補正予算でかなり国内生産とか、いろんなサプライチェーンの多元化の予算つけてますけれども、ぜひそういったことも長い目で見て考えていかなきゃいけないと思いますね。こういう非常時に改めてそういう大事な物資は自分たちで、供給するという体制を作っておくということですかね。いずれにしても各国で協調しないと、日本だけが大丈夫になってもですね、他の国で感染拡大していると貿易もできませんし、人の行き来もできませんので、これは日本経済、世界経済にとってもマイナスですから、これから特に途上国で心配されますので、しっかりと協調して対応していければと思います。どうも今日はありがとうございました。大変お忙しいところも1時間にわたって、もういろいろ語っていただきました。どうもありがとうございました。大臣、これからもどうぞ頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。大臣、ありがとうございます。